皆揃っているか。は、御前に揃っておりまする。であるか。先日の稲葉山城制圧、その首謀者である竹中半兵衛重治を健介が説得し、我が小田家中に加わったことは皆知っているであろう。稲葉山城は現在本来の持ち主である斎藤達興が帰居しているが、先日の事件があったことで美濃の内部は動揺しているとの知らせが入った。ここが摂政マムシより受け継いだ譲り状を現実のものとすべき時が来た。しかし殿、美濃は黒人衆8000騎と言われ強き武士の大き国。対して尾張は東海一の弱兵と蔑まれるほど兵の質は悪うございます。果たして麦穂の懸念も当然のことであろう。健介、報告せい。緊張する。美濃という国は府中は二つの地方に分けひよちゃん、コロちゃん、そこまで緊張しなくてもいいんだよ。さあさあ、別にそんな緊張するもんでもないし。気楽に気楽に、ひなみたいにのんびり気楽にしてればよいのですよ。貴様はのんびりしすぎだがな。あいた、藪から蛇が出てきた。誰が蛇だが、まあおおむね三和歌の言う通りだ。気楽に報告せい。美濃という国は普通2つの地方に分けられます。それぞれ西農東農と呼ばれ、そこに根付く勢力も西農州東農州と呼ばれています。一般に西農は畿内に近く京への道に連なるためか商人多く、多いがために西農出身の者は利に里く、里いがために主家への忠誠が薄いのが特徴です。対して東農州は主家への忠誠心が強く孤老な者が多いために西農州との仲はあまりよろしくありません。殿より命じられました我ら健介隊は西農州を中心に調略を進め、ほどなく安藤、氏家、稲葉の3種に内容の約束を取り付けることに成功しました。このお三方はもともと稲葉山城乗っ取りにも加わっておりましたし、そのことで達興殿との仲も険悪になっていましたから、結構簡単に落とせました。また東農州のうち遠山、市橋など尾張に近い在所の勢力も内容する手はずとなっております。ほう、いずれも美濃斎藤家の忠積だな。その忠積どもが揺らぐとは。稲葉山城乗っ取りを見て達興殿から人心が離れていると見て間違いはなさそうですね。はい、今は西農三人衆からの徴進という形で兵の移動や城内の備蓄を浪費するように仕向けています。愚行ながらもはや稲葉山城は熟れた柿と見てまず間違いないかと。健介はどう思う？であるか。よし、美濃のことはひとまず置け。今はこれより行う演習に集中する。各隊は稲葉山城攻略を念頭に励め。開始は一国の地とする。美月、お前が裁量せ。御意。ではおのおの方にお伝えいたす。演習は赤組、白組に分かれて行う。赤組は不肖勝家が指揮を取らせていただく。白組の指揮は丹羽五郎座。また赤組にはさっさ前田を配置。白組には滝川、新田。
以上だ。何か質問はあるか？砂俣近辺まで出張ってやるって話ですけど、稲葉山の連中は大丈夫なんですかね？演習中に横やりとかなったらまずいかも。それを試す思惑もある。どういうことです？稲葉山の近くで堂々と演習をする織田の軍勢に対し、手を出すか否かで稲葉山の士気がある程度見えてくるということですよ、バンコちゃん。ほわー、なるほど。おのおの方は稲葉山の横槍が入ることを前提に動け。敵が来たら迎え撃つからな。ってことはガチ装備での演習かよ。真剣にやらんと演習にならん。当たり前だ。人数はそれぞれ3000。それぞれ大将がいる本陣を制圧するか、大将の馬印を奪えば勝利とします。制限時間は2国だ。それで勝負がつかんかったら勝負がつくまでやるから覚悟せい。マジっすか？冗談だと思いたいなら思えばいい。了解です。おのおの良いな。では解散する。すぐに準備に取り掛かれ。よい。健介、少しいいか？はばかる。屋敷に向かうぞ。来い。今帰った。お帰りなさいませ。どうもせんぞ。今はおけ。後で説明する。まあ座れ。お茶をお持ちしました。黒。そこに控えておれ。はい。よいな、よいな。織田久遠が妻結菜、本日より健介様の側室としてご奉公させていただくこととなりました。久遠様ともどもお可愛がりくださいますよう何卒よろしくお願いいたします。我が妻は我が夫であるお前の妻でもある。そういうことだ。貴重、結菜がな、お前のことを認めると言ってくれたのだ。そして二人で話し合った結果、健介に奉公することとなった。死の竹中殿の救出劇をそばで見て、あなたのことを信用できるとそう思えたの。だから不満なのか健介は。誤解しないでほしいの。クオンのことは大切よ。とてもとても大切な私の宝物だから。でもだからこそクオンを大切に思ってくれるあなたを信頼するし、大切だと思えるの。どっちが1番とか2番とかそういう順番の問題じゃなく、
私にとってかけがえのない宝物よ。クオンも、そして健介、あなたも。だからこうなったことに私自身納得してるし、胸を張って言えるぐらいに自分の心に素直に従っているわ。つまりだな、ユイナもお前のことを救うようになったと、そういうことだ、このたわけめ。クオン、それは言わないって約束したじゃない。知らん。こやつの顔を見ていたら言わずにはおれんかったのだ。最近の貴様はたらしすぎる。よいか、貴様が誰とどうなろうと我は束縛するつもりはないが、制裁は我だということを忘れるでないぞ。絶対だぞ、約束だからな。制裁は我で、他のものは側室という形式なのだからな。貴様がそのつもりでいないと、復讐として目の前で泣いてやるからな。何を笑うか。いえ、よろしくしてやる。まったく、そういうところがたらしだって言われるゆえんなの気づいてるのかしら。まあいいわ。それよりクオン、健介の住むところはどうするつもり？今後健介隊として動くことも増えるだろうし、長屋住まいでも構わんが、ただし時々屋敷に来てくれれば嬉しくはあるが。あら、意外と淡白なのね。たらしの夫を持てばそうもなろう。話は以上だ。演習には我も出る。励め健介。それは軍師である半兵衛に聞けばよい。では活躍を期待しているぞ。行くの？そうか。ならば我も城に戻る。ゆいな、留守を頼むぞ。うん、二人とも行ってらっしゃい。怪我しちゃダメだからね。おかえりなさい、お頭。クオン様の用って結局何だったんです？はい。ということは、健介様はクオン様と機長様の夫になったと
ということですね。なるほど。美濃の、いえ、この日の本一の祭司歌人と謳われるあの貴長様でさえ健介様にたらし込まれてしまったと。でも事実ですから。しかしながらこれにて名実ともに織田の中心となられたことは終着至極。長屋からのお引っ越しはいつ頃行うご予定で？お頭引っ越しちゃうんですか？そりゃ織田家当主である久遠様とその妻結菜様をご手中にされたんだもん。長屋住まいなんかせずお屋敷に移るでしょ。仕方ないよ。そうなんですか？じゃあこれからも一緒ですよね。では皆がひとまず安心したところで、お昼からの演習ですがどのような形で？ひなというのは滝川殿という認識でよろしいでしょうか？なるほど。良き勾配を得ましたね。滝川ひな殿の出身である効果は小部隊単位での戦闘を得意としておりますから。つまり健介隊と連携が取りやすいってことですね。その通りです。健介隊はお頭である健介様と足軽をまとめるお二人の性質がにじみ出た正統派とは言い難い特殊な部隊ですので、赤組の中心である柴田様、さっさ殿、前田殿のような武士として正々堂々力で相手を押しつぶすというような戦いには向いておりません。対して白組は攻守ともどもよくお働きになる丹羽殿が大将を務め、砲売には変幻自在な足軽運用が得意な滝川殿がいらっしゃる。となるとどう戦えばいいんでしょう？基本方針はそれでよろしいかと。しかしそれだけではあのかかれ柴田が率いる性病はいとも簡単に突破してくることでしょう。じゃあどうすれば？隙をついて本陣を吸収する、もしくは相手を誘い込み陣を崩して各所で小さな包囲網を作り上げ撃破していく方法はいくらでもありますが、いずれも机上の空論。できるかどうかは別問題でしょうね。はい、自ら課題を見つけそれを頭の中に浮かべながら演習を繰り返す、それがこの乱世を生き残る秘訣ではないかと。なるほど。やっぱりしのちゃんってすごい。本当だね。私たちももっと勉強しないと。はい。